皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画でオイラー法を紹介しました。本法は初期値問題を解くための基本的方法ですが、実用的には計算精度において十分ではありません。このため多くの研究者はルンゲクッタ法またはその修正法を用います。そこで今回はルンゲクッタ法の計算原理と計算値の精度についてお話しします。今、独立変数 x に対する従属変数 y の変化を次のような1回乗微分方程式で表します。積分区間を x イコール x0 から x イコール xn までとし、これを n 等分に分割します。そして分割された各ステップにおける y の値を算式で表します。この時、各区間の刻み幅、すなわちステップサイズは自式で与えられます。今、x イコール xn と x イコール xn プラス1の間の区間へルンゲクッタ法を適用し、1式に対する計算式を求めることにします。1式を積分すると次のようになります。各区間の積分で表すと1式は次のようになります。よって xn と xn プラス1の間の区間における積分は自式で与えられます。次数を4とするルンゲクッタ法では、右辺の積分を4個の関数値を用いて次のように記示します。そして4次のテーラー級数式に対して8式が2の関数 f(x) y について h の4乗のオーダーまで一致するように記示を行います。パラメータの決定については文献を参照してください。ここで Ki は f(xy) へ x と y の値を代入して求められる次のような関数値です。これらは y の曲線に対する x イコール xn と x イコール xn プラス1、すなわち xn プラス h およびこれらの中間点 x イコール xn プラス2分の h における傾きでもあります。多くの教科書では K は f(xy) と刻み幅の積で表されています。しかしここでは計算の原理が理解しやすいように K は傾きに設定されていますので注意してください。yn プラス1はこれらの傾きを使って自式で近似的に求められます。一つの区間における計算の手順は次のようになります。これを図を使い分かりやすく説明します。xn と yn を旧式へ代入し、傾き k1 を計算します。k1 を使い、x イコール xn プラス2分の h における y の値、すなわち yn プラス2分の h×k1 を計算します。x と y の値を10式へ代入して、傾き k2 を計算します。k2 を使い、x イコール xn プラス2分の h における y の値、すなわち yn プラス2分の h×k2 を計算します。
x と y の値を11式へ代入して傾き K3 を計算します。K3 を使い、x = xn プラス h における y の値、すなわち yn プラス h かける K3 を計算します。x と y の値を12式へ代入して傾き K4 を計算します。これまでに求めた傾きを使い、xn と xn プラス h の区間に対する傾きの荷重平均値を計算します。最後に13式により yn プラス1を計算します。新値からの計算誤差は次のようになります。この図を前述の計算手順と比較しながら見ると計算の原理が理解しやすくなると思います。何度も見比べてください。それでは本法により微分方程式を解いてみましょう。微分方程式の例として酵素反応のミカエリスメンテン式を使います。ここでは Vm、Km、S0 をすべて1に設定し t イコール0から10までの範囲で計算を行いました。計算値は1ごとに記録しました。また計算値の精度検証のため第7章 7-2 で述べたニュートン・ラプソン法に基づく計算における超高精度解も添付しています。刻み幅は1、0.1、0.01、0.001、0.0001 としました。例えばh イコール 0.01 の場合、分割数 n は1000となります。よって1000個のステップで解を求めることになります。計算結果を表に示します。黄色のマークは数値解が解析解と完全に一致している数字を表します。これより h が小さくなると計算精度が確実に増加することがわかります。h イコール10のマイナス4乗の時には倍精度計算の有効数字16桁のうち14桁程度が一致しています。スクリーンに表示される16桁の数字のうち最後の2桁程度は丸目誤差の影響を含んでいます。このことから h イコール10のマイナス4乗の時の解は丸目誤差程度で得られていることがわかります。ルンゲクッタ法における打ち切り誤差は h5 乗のオーダーです。本動画で使用した微分方程式は1個で、その構造は簡単なものでした。このような場合、主な誤差の原因はテーラー級数の打ち切りによるので、h を小さくすることで着実に計算値の精度を高くすることができます。一方、式が複雑で微分方程式を連立して解かなければならない場合、下手落ち誤差、情報落ち誤差などの影響も大きくなります。これにより計算誤差は h5 乗のオーダーよりも大きくなるため注意が必要です。最後にルンゲクッタ法に類する初期値問題解法の欠点についてお話しします。これらの方法では計算精度を維持するのに h を十分小さくしなければなりません。例えば信頼性の高い計算値を得るため普通に h イコール 1×10 のマイナス4乗程度で計算を行います。この時本動画の例題では分割数 n が10万という大きな値になります。結果として計算時間が長くなります。
また、上述のように計算値の精度は計算条件が厳しくなると、打ち切り以外の誤差の影響も大きくなります。このため、計算が終了したら計算値の精度チェックが必要となります。しかし、式が複雑な場合、精度チェックが困難で計算値の信頼性に確証を持てなくなることがあります。見返り数面点式の計算に限定されますが、前の動画第7章 7-2 で紹介したニュートン・ラプソン法を利用する方法によれば、計算は一瞬で終わり、また計算値はいつでも丸目誤差程度で得られます。例えば基質濃度が10のマイナス300乗のオーダーまで低下する場合でも、その精度は驚くことに丸目誤差程度に維持されます。このような高精度で、しかも短時間での計算はルンゲクッタ法では不可能です。このような計算法があることを記憶しておいたら、いつか役に立つかもしれませんね。他人と異なる発想は、このような知識の積み重ねに基づきます。本日のお話はこれで終わりです。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。